皆さん、もしかしてアルアイレとアポヤンドの一番重要な違いは、弾いた後に隣の弦に指を当てるかどうかだと勘違いしていませんか？指の動きをあんまり意識していない人、ピカードが苦手な人は、重心が一弦に寄りにあり、指が脱力した状態の位置から内側に曲げる動きで弦を弾いています。つまり、このような動きです。それは、弦に当てるかどうかのだけの違いで、奏法はアルアイレと同じ動きなんですね。弦に当てないアルアイレの弾き方で、弦に当てているので、当然いろいろなところに支障が出てきます。アルアイレとアポヤンドの違いは、弾いた後に弦に当てるかどうかが重要なのではなく、指がどの位置にある時に弦を弾くかが重要なんです。試しに正しいアポヤンドの動きを見てみましょう。まず、2弦に指を置いて脱力します。指を根元から持ち上げて、振り下ろす途中で対象の弦を弾きます。つまり、このような動きですね。アルアイレのように弾いているピカードと、アポヤンドで弾いているピカードの指の動きを見てみましょう。まず、アルアイレが、アポヤンドは、どうでしょう？違いが分かりましたでしょうか？脱力した状態から指を曲げる動きではなく、脱力した状態から指を上げて、上げた指を振り下ろす勢い、角度を使うのがアポヤンドなんですね。このアポヤンドの動きを習得するトレーニングをご紹介します。私の動画ではおなじみのいつも通り、ギターから手を離して右手を脱力状態にします。この脱力している感じを体で感じてください。まずは人差し指の感覚をつかむ練習です。親指は6弦に置きましょう。人差し指と中指は2弦に置きます。そして無駄な力が抜けたなぁと感じたら、人差し指を曲げたまま付け根の関節から少し持ち上げて2弦の下を叩きます。この時は1弦はまだ弾かないでいいです。軽くリズムカルにポンポン叩けてきたら、徐々に1弦を意識して1弦に当てるようにします。この時、この指を曲げる角度や指の傾き、これはちょっと自分のやりやすいところを探してみてください。これは自分が出したい音、やりやすいところを探すのがすごい重要になってきます。自然に人差し指が1弦の方へ行くように、あまり1弦を弾こうということを意識せず、2弦を叩く途中で1弦を通過する、引っ掛けるイメージを持ちましょう。第一関節に力が入りすぎると一弦で止まったり抵抗を感じたりしてしまいます。うまく音が鳴るように人差し指の感覚に集中して力を緩めたり角度を調節したりしてみましょう。どうでしょうか？今までアルアイレのようなピカードをしてた人からすると、かなり楽に良い音が安定して出せたんじゃないでしょうか。アポヤンドした後の感覚が全然違うと思います。ほとんど人間に力が加わらず、スッと収まる感じが得られれば最高ですね。
説明しきれない指の動きもあります。私の弾いている人差し指のスロー動画を見てみてください。次に同じように中指でやってみましょう。人差し指は2弦に置いておきましょう。無駄な力がなくなったら、中指の付け根から指を持ち上げて2弦の下側を叩きます。そして徐々に1弦を意識します。弾いた後に手がぶれないようにしましょう。一応こちらもスロー映像を見てみてください。次に人差し指、中指を交互に弾きましょう。人差し指を弾くのと同時に中指を上げます。逆に中指を弾いたと同時に人差し指を上げます。最初は指を上げすぎてしまうかもしれません。自分の指も動画で撮ってみて上がりすぎていたら今よりもゆっくりして無駄な動きをなくして練習しましょう。低音源で弾くときは親指を置けないときがあります。重要なのは人差し指と中指の重心ですね。親指を置いたときと同じ弾き方ができるように練習しておきましょう。6弦を弾くときは弾いた後に触る弦がありませんね。しかし解説した通りアポヤンドで重要なのは弾いた先の弦に当てるかどうかではありません。他の弦を弾くときと同じ弾き方ができるように指を上げて弾く練習をしましょう。
慣れてきたら弦を移動してみましょう。テンポを上げる必要はありません。これは重心と親指の移動の感覚を覚える練習です。重心をうまく移動させる感覚を覚えましょう。決して指に力が入らないようにしてください。練習は人差し指からと中指両方弾きましょう。どちらが先になるかはフレーズによって変わります。一度間に3連が入ったらもうすぐに入れ替わってしまいます。決して速いテンポでやらないでください。これはすごい重要で、とっても悪い癖がついてしまいます。このやってはいけない練習を詳しく解説した動画がありますので、詳細欄から辿って見てみてください。これは感覚を鍛える練習。弾いてる時の指の感覚を体に染み込ませる練習です。なので、感覚をちゃんと感じられるスピードで練習しましょう。できれば毎日5分ぐらい練習できるといいと思います。ローマは1日にしてならずという言葉がありますが、ピカードのフォームも1日では完成しません。毎日毎日ちょっとずつ完成させていきましょう。他にもトレモロやアルペジオ、その他面白い知識などの紹介している動画をアップしてあります。今回のピカードのようにテクニックの解説をしている動画がいくつも上がっていますので、そちらもぜひ見てみてください。これから余裕ができてきたらライブ配信などもやっていこうかと思っています。まだまだちょっと時間がないんですが、できれば質問コーナーとか一緒に練習しようとかやりたいと思っています。他にも毎週水曜日にアップする予定のトレモロ動画、トレモロを弾けるようになろう企画などもあります。ぜひ見逃さないようにチャンネル登録とベルマーク、クリックをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。